皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。今回は今後リリース予定の注目新作オープンワールド RPG について、すでに公開されている内容もありますが、最新情報も含めて忘れないように備忘録としてまとめていきます。ということで、チャンネル登録していない方はぜひこの機会にチャンネルの登録と動画の高評価パチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。最初に紹介するタイトルは、ネットイースが現在開発中の都市型オープンワールド RPG。みんなが注目している無限大アナンダ。対応プラットフォームは iOS、Android、PC、PS5。このタイトルやばいです。注目度が高すぎ。都市型アクションということで、ビルを飛び回って街中で戦って生活もできちゃう全部入りの近未来都市アクション。舞台となるのは異常現象が日常に混じり合う巨大都市神経市。プレイヤーはカオス対策局のエージェントとして超能力者たちとチームを組み、街の秩序を守りながら自分の記憶も追いかけていく、そんなドラマティックな物語が展開されます。アクションもバッチリ爽快。走る、登る、飛ぶ、ぶん投げる、グラップルフックでビルをスイング移動したり、バリケードを武器に投げたりと、とにかく自由度がすごい。バトルは最大4人のキャラをリアルタイムで切り替えながら戦えるし、敵を吹き飛ばしてからの空中コンボもバッチリ決まります。さらに2025年1月には中国広州でオフラインテストが行われていて、探索、戦闘、生活系コンテンツなど実際にプレイできる範囲がかなり広かったそうです。地下鉄に乗ったり、バーでくつろいだり、クラブで踊ったり、レースや麻雀まで完備。テスト参加者からは PV で見たやつ本当に遊べた、移動がめちゃくちゃ気持ちいいっていう声も多く寄せられておりました。ちなみに参加者には機密保持契約 NDA が課せられていて、画面の公開はできませんが、開発チームは PV の内容は全て実装済みと自信満々だったようです。開発を担当しているのはネットイースのネイキッドレインスタジオで、カナダのチームとも連携しながらユニティベースで最新技術をフル活用。レイトレーシング、手続き型都市生成屋内外のシームレス構造など、現代都市で遊ぶというテーマに本気で取り組んでいる様子が伝わってきます。中国ではすでにゲーム番号も取得済みで、グローバル事前登録も始まっています。ただ、お決まりの情報源として、ネットイースが2025年4月に公開した年次報告書では、この無限大アナンタに関する直接的な記載はなし。まだ正式なリリース時期や課金モデルはこれからということですかね。とはいえ開発側は Pay to Win にはしたくない、新しい収益モデルを模索中とも語っていて、リリースに向けて期待が高まるばかり。異能の都市で自由に暮らす、そんな未来の冒険がそろそろ始まるかもしれません。続いてのタイトルは、ハイパーグリフが開発を手掛けているアークナイツエンドフィールド。本編のアークナイツから一転、こちらはオープンワールドリアルタイム戦略 RPG として大進化。対応プラットフォームは iOS、Android、PC、PS5。タロ2という未開拓惑星を舞台に、探索、建設、バトルを組み合わせた奥深いゲーム体験が待っています。プレイヤーはエンドフィールド工業の責任者となり、仲間たちと共に荒れた大地を調査、開発していく、そんな近未来開拓ドラマが展開。そして本作はこれまで2回のクローズドベータテストが行われ、第1回2024年1月に実施されたテクニカルテストは英語版クライアントのみでしたが、探索や基地建設の自由度にハマる人が続出。続いて2025年1月には日本語ボイス UI 完全対応の第2回クローズドベータテストが PC 版限定で実施され、 UI の洗練やバトルテンポの改善、拠点開発の強化など内容はかなりの進化ぶり。中国版とグローバル版の同時展開も行われ、メディアによる先行プレイレポートも公開されるなど注目度は急上昇中です。なお、いずれのテストも NDA の下で行われ、映像公開などは制限されましたが、開発チームは得られたフィードバックを反映し、さらに完成度を高めていくとコメントしています。気になるリリース時期については2025年4月現時点ではまだ未定。ただし中国ではすでにゲーム番号を取得済みで、法的には2025年8月末までのリリースが必要とされており、グローバル版もそれに合わせて展開が予想されています。とはいえ開発元は品質優先で最適なタイミングでのリリースを目指すと明言しており、場合によっては開発の遅れなど不測の事態があれば
許可の再申請やスケジュール再調整も可能とされるため、ユーザーにとってベストな形でのサービスインが期待されます。本編ファンはもちろん、戦略ゲームや探索 RPG が好きな方にも刺さる作品です。今後の最新情報を期待して待ちましょう。続いては中国のインディー系開発チームテンススタジオが手掛ける新作オープンワールド MMORPG アクシス・オブ・エタニティテンス。タイトル名のテンスは空間と時間をつなぐ軸を意味しており、ゲームそのものが平行世界と因果の分岐をテーマに構築された壮大な世界観を持っています。ジャンルはファンタジー系のオープンワールドリアルタイムアクションで、プレイヤーは世界の終焉を繰り返す輪廻に巻き込まれた旅人として永遠の因果を断ち切るための戦いに挑むことになります。まず目を引くのはその圧倒的な美術スタイル。東洋ファンタジーの要素を軸に光と影を織り交ぜた空間設計や幻想的なフィールドの構成は AAA タイトルに引けを取らないと噂されるほど、天候や時間帯がダイナミックに変化し、フィールド上のイベントや出現する敵にも影響する環境連動型の設計が盛り込まれています。戦闘は武器によって立ち回りが大きく変わる武器特化型アクション、片手剣や体剣、弓、杖などのほか、相当砲術といった個性的なカテゴリーも用意されており、スキルセットはカスタマイズ可能。さらにスキル発動後の派生行動や回避、パリ、反撃といったリアクション要素もあり、アクションの手応えはかなり本格派です。本作では運命の分岐をゲームプレイそのものに組み込む仕組み、クエストの選択やフィールドイベントで発生する分岐が別の平行時間軸に影響を与える仕掛けが用意されています。例えば序盤に助けた NPC が別時間軸では敵対勢力に回っていたり、別次元での選択が報酬や出会いに影響したりと、やり込み要素の深さも特徴です。開発はまだ初期段階にあると見られており、現在は PV やコンセプトアートが中心に公開されています。ですがそのビジュアルクオリティと世界観の作り込みから次の大型タイトルになるかもと海外コミュニティで静かに話題になり始めています。リリース時期やプラットフォームは未定ですが、現状は PC を中心に開発中とされており、スマホ向けへの展開も検討中とのこと。近い将来テストや新 PV の公開も期待されます。ソーシャルゲームラボ。次に紹介するのは話題性間違いなし都市型オープンワールドアクション RPG 望月。開発は中国のスターツスタジオ。まだプラットフォームは正式発表されていませんが、 PC 版でのベータテストはすでに実施済み。自由度の高さとクラフト要素で一気に注目を集めています。本作の最大の特徴は好きなものを組んで乗って戦えるという高自由度クラフトシステム。プレイヤーはパーツを自由に組み合わせて空飛ぶ車や自動戦闘メカを自作できちゃいます。さらにモンスターを収集して戦闘に連れ出すことも可能で、クラフトと収集、戦闘が見事に融合。ジャンルとしてはティアキンや GTA、 さらにパルワールドや名調的な要素をミックスしたような、まさに今のトレンドのど真ん中のタイトル。2024年12月に行われた初のクローズドベータテストでは事前登録者数が120万人を突破。実際にテストに参加したプレイヤーからは想像以上に自由度が高い、乗り物クラフトが面白すぎると高評価を獲得。都市を舞台にした近未来の探索やミッションの攻略にクラフトが絡んでくるのも魅力の一つです。ただし一方でキャラの動きがまだ少し硬い、 UI やシステムがやや複雑といった指摘も。これはおそらく PC 版先行の影響で、今後モバイル対応に向けた最適化で改善されていく可能性が高そうです。開発陣のコメントでは、望月は自由度の最低義をテーマに中国の都市文化を反映した新しいオープンワールド体験を目指すとのこと。決まった道をなぞるのではなく、自分だけの攻略スタイル、自分だけのマシン、自分だけのモンスターで世界を切り開いていく、そんな体験が楽しめる作品になりそうです。まだリリース日は未定ですが、これだけ多くの人気ゲームのエッセンスをうまく融合させた作品は珍しく、今後のブラッシュアップ次第ではかなりの注目作になる可能性があり、ベータテストの手応えも上々なので、次の続報が楽しみな一本です。次に紹介するのは中国初の異色タイトル、プロジェクト3分の2。この作品、いわゆる二次元系オープンワールドアクション RPG なんですが、その中でも特に時間、
2D、3D 切り替え、浮遊都市をテーマにしたかなり尖った内容になっています。まず注目すべきは 2D と 3D を行き来するゲーム構造。プレイヤーは浮遊都市フローラを中心に 3D 空間で飛行したり、軌道を高速で滑走したりとアクション性の高い探索を行いつつ、特定のポイントで 2D モードに切り替わると、そこでは拠点構築やモンスター育成といったスローライフ的な要素が楽しめるという、まさに次元越境型のタイトル。ストーリー面でも独自性は抜群で、時間をテーマにした構成で過去現在未来を巡りながらナビゲーターテセウスと共に自分自身と宇宙の本質に迫る旅を描きます。この時間軸の操作や世界改変の仕組みは今後大きな見どころになりそうです。戦闘システムは最大4人編成でリアルタイム操作とコンボ要素ありで、キャラクターはそれぞれ固有スキルや属性、ゲージ技を持っており、ブレイクからの QTE 連携、さらにはタイムブレイクによるバフ強化など戦略的な駆け引きが求められます。ただしユーザーの一部からはやや複雑すぎる、直感的じゃないといった声もあるため、最終的な調整が鍵となりそうです。また注目のキャスト陣には石川由依さん、紀藤あかりさん、雨宮空さんが参加。原神でもおなじみの豪華声優陣が揃っており、ビジュアルと音声両面で没入感を高めています。グラフィック面ではアンリアルエンジン5を採用しており、特に浮遊都市のビジュアルが高く評価されています。 PV 公開から1週間でビリビリ再生数は150万を突破し、原神名調アズールプロミリアなどと並べて語られるほどの注目を集めました。ただしまだ番号やリリース時期は未定で、開発元であるダイバーシティゲームスタジオも比較的新しいスタジオ。一方で公式からは近く初のベータテストを実施予定とのアナウンスもあり、2025年前半にはさらなる情報が期待されます。現時点では PC 向け開発が進行中で、モバイル対応は不明。 2D と 3D の次元融合、時間をめぐる世界設定、仮想的なフィールド設計、このごったにをうまくまとめ上げることができれば大化けする可能性を秘めた一本です。ソーシャルゲームラボ。続いて紹介するタイトルはパーフェクトワールド傘下のホッタスタジオが開発を手掛けるオープンワールドアクション RPGネバーネス・トゥ・エバーネス、略して NT。 幻冬を生んだスタジオが今度は都市と異常をテーマにした超現実系の新たな RPG を仕掛けてきました。舞台はアノマリーという現象が渦巻く都市ヘテロシティ。プレイヤーはアノマリーハンターとして都市に潜む不可解な事件や怪異に立ち向かいます。都市の雰囲気はダークかつスタイリッシュで、夜のネオン街や雨に濡れたガラスのビル、サイバーな空気感がとにかくかっこいい。バトルは3人チームでリアルタイムアクション。キャラを切り替えてコンボをつなげたり、異なるスキルで状況をコントロールしたりと戦略性もバッチリ。スキルエフェクトは派手なのに視認性が良く、テンポ感も気持ちいい仕上がりです。そして注目のポイントの一つが東京ゲームショウ2024への出展。私有ブースではプレイヤーが実際に都市内の探索やアノマリーバトルを体験できる内容が用意され、私有者からは都市のグラフィックがめちゃくちゃ綺麗、バトルがサクサクして気持ちいい、 UI が直感的で遊びやすいといった感想が多く寄せられました。とにかくアノマリーな世界を旅している感が強く、原神系かと思ったら全く違う没入感だったという声も印象的です。探索も戦闘も、そして都市に暮らす要素もあります。拠点や施設を強化して育成を効率化したり、 NPC と関係を深めたり、日常とアノマリーが入り混じるようなイベントも随所に盛り込まれていて、ただのアクションでは終わらない仕上がり。リリース日は未定ですが、ビジュアルもシステムもかなり仕上がっていて、開発は順調そのもの。ネバーネス・トゥ・エバーネスはアノマリーに満ちた都市で真実と向き合う物語。ビジュアル、システム、世界観全てが尖った一本。次の続報にも注目です。続いて紹介するタイトルは精霊同伴ファンタジーワールド RPG アズールプロミリア、通称アズプロ。本作はオープンワールド型のアクション RPG で、最大3人編成のパーティーを切り替えて戦うリアルタイムアクションが魅力です。仲間になる規模は戦闘はもちろん、探索、飛行、騎乗までこなす頼れる相棒。農園の発展などハウジング要素も用意されており、冒険も生活もじっくり楽しめます。
対応プラットフォームは iOS、Android、PC、PS5 でクロスプラットフォーム対応も予定されています。そんなアズプロが再び注目を集めたのが2025年4月15日に公開された最新トレーラー PV。 約1年ぶりとなる新映像には日本語音声付きでキャラクターの戦闘や規模との共闘シーンが収められており、ファンの期待にしっかり応える内容でした。特に話題になったのがスターリンクという契約で規模を仲間に冒険や農園運営で活用させる要素、可愛さと頼もしさを兼ね備えた規模たちの存在がゲームの魅力をさらに引き立てています。 SNS ではグラが綺麗すぎる、原神とパルワの中間みたいと話題に。中国ビリビリでは予約ランキング1位を獲得し、日本のメディアでも大きく取り上げられました。舞台は精霊、魔法、文明が交差する幻想世界プロミリア大陸。獣人族やエルフなど多様なキャラクターたちと出会いながら星明かりの伝承を巡る壮大な旅が描かれます。なお中国では2024年にゲーム番号を取得済みで、当初は2025年1月までにリリースされると見られていましたが、現在はスケジュールに余裕を持たせて開発が継続中。2025年中の配信が有力視されており、リリース発表も間近と見られています。さらに4月には中国上海で初のオフライン私有会も開催予定。この動きからも開発が順調に進んでいることが伺えます。ティボと旅する幻想世界アズールプロミリアは2025年にリリースされる MMORPG の中でも確実に注目しておきたい一本です。ソーシャルゲームラボ。はい、今回は今後注目のオープンワールドを一挙7本紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。無限大アズールプロミリアエンドフィールドは別格な感じがしますね。とはいえどのタイトルもクオリティが高く、まだまだ化ける可能性を秘めているので今後が楽しみです。視聴者人気にも刺さるタイトルあったのではないでしょうか。ぜひ気になるタイトルあればコメントくださいませ。ということでチャンネル登録していない野暮なやつはいないと思いますが、もしまだならこの機会にぜひチャンネル登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。